グロービス知見録。皆さんこんにちは。 FP&A という言葉、皆さんお聞きになったことございますか？ FP&A というのはファイナンシャルプランニング&アナリシスの略なんですけども、かつてからですね、外資系企業などでは、ファイナンスの一部門として普遍的にあったこの部署なんですけども、昨今日本においてもですね、グローバル企業や投資ファンドのスポンサー先の会社さん等でこの FP&A という部門における求人が増えてきております。この FP&A、 一体どんなものなのか、今日はですね、第1回目、連載第1回目ということで、この FP&A というものが何なのかということをお話しするとともに、なぜこれが日本においてホットトピックになっているのか、人材募集が増えているのかというお話、そしてこの FP&A という人材がですね、どんな行動軸、原理原則に基づいて動いているのかといったお話をね、今日はしていきたいなというふうに思っております。次回以降は、最前線で活躍する CFO の方、ファイナンスプロフェッショナルの方をお招きし、対談をですね実際にやらせていただきながら、皆さんがやられている最先端の FP&A の取り組み、課題感、これから向かうべき方向等をですね、聞いていきたいなというふうに思います。これを見てくださっている方、いろんな方多いと思うんですけども、まず、経理財務、ファイナンスに関する、会計に関するお仕事をされている方、専門家としてのキャリアもいいけれども、経営の道に歩みたいという方、ぜひこれ FP&A というのは一つそのキャリアパスかなと思いますので、こちらをね参考にしていただきたいなと思いますし、もう一人ですね、経営者の方々、ファイナンス人材を専門家としてだけではなく、皆様のその意思決定、この意思決定をですね高度なレベルで支えるビジネスパートナーとして、この FP&A ぜひ考えていただける、そんなきっかけになればいいなというふうに思います。ぜひ、ちょっと長丁場ですけど、お楽しみいただければと思います。それでは本編スタート。本題に入ります前に簡単に私の自己紹介をさせてください。私は静大輔、グロービスの教員をやっておりますが、同時にですね、実際の企業の FP&A を担当しております。私のキャリア、もう1995年、もう20数年前になりますけども、大学を卒業して一番最初に入ったのが、外資系のですね消費財メーカーでした。こちらのファイナンス部門に属したんですけども、以後一貫して私のキャリアはこの FP&A と呼ばれるものです。FP&A 何かと言いますと、簡単に言えばビジネスパートナーですね。意思決定を下す、当時であれば事業本部長や、もうちょっとそのキャリアが上がってくれば CEO であり、そうした最高の意思決定を下す人のビジネスパートナーとして、この意思決定を支える、ファイナンス会計の専門知識をもとにこれを支えるというのがこの FP&A、 端的に言うとこれが FP&A の中身になります。私はこの外資系の消費財メーカーを皮切りに、その後スタートアップに行き、また外資の飲料系のですね会社のアジアパックの CFO を務め、現在は日系企業のですね経営企画をやっているんですけども、ずっとこの FP&A なんですよね。でこの FP&A、実は外資の会社では割と普遍的なものなんですけども、ファイナンスの組織といいますと、大きく私は3つの部門があるかなというふうに思っています。一つがまず経理ですね、アカウンティング。これは、皆さんご存知の通り、過去起こったこの事象をですね、会計の情報として記録をし、社内外のステークホルダーに対して、タイムリーかつ正確にその数字を伝えるというのが、これまずミッションになります。これは非常に重要な要素で、2つ目が、財務、英語で言うとトレジャリーという部門がこれに当たるのかなというふうに思いますが、ビジネスを遂行するにあたって必要となる経済的なリソース、資金ですよね、これを調達する、およびこの調達を可能にするために、社外のステークホルダーですね、投資家であり株主であり、銀行さんであり、社債を買ってくれる債権者、この人たちと建設的な関係性を築くというのが、この財務トレジャリーの役割になると。で日本の会社、この2つは大抵あると思うんですが、アメリカの会社、ヨーロッパの会社でよくあるのは、これに FP&A というのが付け加わってきます。
FP&A というのは先ほども申し上げた通りファイナンシャルプランニング&アナリシスですね。役割はビジネスパートナーです。会計の専門知識を持ちつつもその専門知識を意思決定に役立てるということですね。その会社の戦略遂行にあたって質の高いインプットを提供するということもそうですし、意思決定に基づく意思決定は当然のことながらデータや分析に基づくわけなんですが、そのデータ分析を提供しつつ議論を触媒のような形でですね活性化させつつ質の高い意思決定を支えるというのがこの FP&A ということです。でこの FP&A という組織これですね日本において大変重要な役割を担うなと個人的にはすごく思ってますしそれが日本においてもこの FP&A というものが注目されている一つの要因なのかなというふうに思いますね。でなぜこの日本においてこの FP&A というのが重要視されてくるようになったのかと、これは一言で言えばガバナンス、ステークホルダーに対するですね、説明責任と言い換えてもいいかもわからないんですけども、この説明責任を果たすということがものすごく大切になってきたということが背景にあるのではないかなと思いますね。具体的なお話をさせていただきますと2014年、伊藤レポートというのが出ました。皆さん、お聞きになられたことございますでしょうか。伊藤レポートこれは俗称でですね、正式な名前は、経済産業省による、持続的成長への競争力とインセンティブ、投資と、ごめんなさい企業と投資家の望ましい関係構築長いということで略して伊藤レポート、伊藤レポート略してないですね。座長がですね一橋大学の伊藤邦夫先生、伊藤邦夫先生を座長としたプロジェクトチームによって提案されたレポートということで伊藤レポートと呼ばれているんですけども、聞いたことあるかもわからないですね。2014年に出ても、今日が2022年ですのでもう8年前に出たものなんですがかなり浸透してきているかなというふうに思いますけども、これが非常に大きな影響を与えている。これ何か簡単に言うとですよ、バブル崩壊後日本の会社が競争力を失ってきたというのはこれ自明なわけなんですけども、一般論ですね、個々の企業じゃなくて一般的に言うと日本の社会全体が競争力を失ってきたと。なぜかというその問いに対しての提言レポートというふうに言います。技術力はいいと、日本の会社は非常にその技術には優れているといえども、実際にじゃあイノベーション起きているのか、GAFAM のようなブレイクスルーが起きているのかというと必ずしも答えがイエスとは言えない。なぜなのか、このイノベーションという非常にリスキーなものを成し遂げるにはそのリスクに耐えうる資金をしっかりと供給しなければ調達しなければいけない。でそのためにはそのリスクマネーを追ってくれる投資家に対してきちんとした説明責任、なぜこの投資判断をしたのか、なぜこの案件買収したのか、なぜこういうような戦略を立ったのかということをしっかりと説明をし、結果を出さなければいけないというのが求められているんだけども、実際に今までそういった投資家債権者に対してきちんと向き合ってきましたかと、向き合って説明をしてきましたか、パフォーマンス出してきましたか。これができてないんじゃないですか。できなければ当然のことながらリスクマネー調達できませんよねと。なので伊藤先生のプロジェクトチームが提案をしたのは何かというと、イノベーションを起こすにはリスクマネーが必要で、それを受けられる体制にするためにはしっかりとした説明責任を果たす体制と実績が重要。ここで出てきたのが ROE8% という一つの基準ですね。この ROE8%、ここが結構数字で一人歩きしているところあるんですけども、このことの意味というのは何か。これはもう投資家に対して投資家から預かったお金をパフォーマンスとしてリターンとして出すんですよ。少なくとも投資家が一つの基準として見ているのは 8%、 これぐらいはクリアしようね、これができなければリスクまで調達することができないよねというのがこの伊藤レポートの骨子ですよね。なのでこの資金提供者である株主債権者に向き合いましょうと、向き合ってきちんと説明責任を果たしましょう、実際にそれでパフォーマンスを出しましょう。これが日本においてもいよいよスタンダードになってきたと。
今行われているもろもろのガバナンス改革というのはこの伊藤レポート発端というふうに見ていただいてもいいと思うんですが、経営者は自分のやりたいことだけやるっていうのはもはや無理なんですよね。全てのステークホルダー、これは広げますとファイナンシャルステークホルダーのみならずです。SDGs 世界であれば、従業員、市民社会、環境問題、将来世代も含めてその意思決定というのは本当に合理的なんですかというこの説明責任を果たさなければいけないわけなんですけども、株主債権者、資金提供者に対しても同じようなことが言える。これを可能にするには当然のことながらファイナンス的な知識が必要でしょうということなんですよね。FP&A はまさにこの経営者の判断において株主債権者の代弁者としてその意思決定本当に合理的なのか、株主債権者に対して説明ができるのか、これをファイナンスのみならず経営全般の知識を持った人材としているというのが大きなポイントかなと思いますね。なので冒頭ちょっと申し上げましたけども、ファイナンスのキャリアを積むときに経営者になりたい、当然この FP&A というのは経営と直結する部署なので、皆さんにとってそういう皆さんにとっては非常にチャレンジのしがいのあるキャリアポジションかなと思いますし、経営者の皆さんが日々経営活動する際において株主債権者の方にちゃんと説明ができる意思決定をするのかどうか、これを支えるビジネスパートナーとして FP&A という組織を持っていただいたらいかがかなというふうに思っております。はい、でこの FP&A なんですけども、こちらの方にですね図がありますけども、これコーポレートファイナンスの時にですね、もう本当に教科書の最初の方に出てくるチャートですね。私もグロービスの講義の時にこのチャート非常に重要なものだということをお伝えしてクラスを進めてるんですけども、これがですね、本当に経営の本質、それから FP&A の本質というものを伝えているかなというふうに思います。このチャートを見ていただくとですね、経営者の皆さんというのはこの真ん中に位置づけられます。真ん中に位置づけられて2つのものに対峙をしているわけですね。で1つは左側のビジネスです。これはシンプルですね。その市場の中においてどう競争優位性を発揮し、その経済的なリターンを最大化するか。これはもう営業、マーケティング、技術開発、R&D、イノベーション、戦略等々、ここに該当するわけなんですけども、これだけでは不十分だということなんですよね。何かというと、先ほども伊藤レポートのお話をしましたが、右側、この右側というのは何かというと株主債権者です。この右と左をつないでいるこの赤の矢印ございますが、この矢印というのがキャッシュフローですね。キャッシュフロー、企業を生命体と例えるとするのであれば、この生命を支えるのに必要な血液に該当するのがこの赤の矢印キャッシュフローです。このキャッシュフローが順繰り回ることによって企業というのは生存ができるし、経営者の仕事というのはこの血流をどれだけ早く、どれだけ太く、どれだけ大きくするか、それが企業の価値を高めるということになるわけなんですけども、これをやるのが経営者の仕事、ミッションということになるわけです。これ左側だけで回ってれば一番理想ですよね。何か新しいもの出しました、儲かりました、再投資しました、また爆発的に売れました。これ右側必要ない。そんなケース稀なわけですよ。もうほぼ 99.9% これ無理なんですよね。例えば、今これ収録しているのが2022年の5月ですけども、まだ2020年初頭に、広がり始めた、コロナウイルス感染の影響というのはまだまだ出てきています。多くの企業がですね、この環境下で大規模な事業変革を成し遂げなきゃいけないということもあったと思うんですが、簡単に終わる事業変革もあるでしょうし、数年かかるものもあるかも分かりません。その数年、今の手元のキャッシュで持ちますか？持たなければ右側行かなきゃいけないんですよね。右側行かなければいけない。もしくは M&A をします。M&A をして、新しい事業に、着手しますといったときに、その企業買収のお金手元にありますか？なければ右側行かなければいけないわけですよ。債権者株主に行かなければいけない。でもこの債権者株主っていうのもただでお金出してるわけじゃないんですよね。いいね君志買った。
志買ったということでお金を出してくれるわけではなく、当然のことながら投資に対して見合うリターンというものを要求します。リスクが大きければリスクに見合ったリターンを要求する、高いリターンを要求するわけですよね。経営者は当然のことながら右側で資金調達をするためには、この経営者と株主債権者の間の期待値をちゃんとすり合わせて合意をしなければいけない。高いリスクのものをやろうとするのであれば、株主債権者は高いリターンを要求するということは、経営者はこの高いリターンを約束しなければいけない。例えばこれが 15% だとしましょう。リスクに見合ったリターン、経営者に対して株主債権者は 15% を期待したとする。であれば経営者は 15% の年率 15% のリターンを約束しなければいけないわけですよね。じゃあこの約束して資金調達をした 15%、 仮の数字ですが 15%、 これどこで売るの？これ左側ですよ。ビジネスにおいてこの株主債権者の期待を上回るようなリターンを生み出す戦略なんですか？生み出すオペレーションなんですか？生み出すプロジェクトなんですか？これをしっかりと見極め、ちゃんと説明ができるようにしておくというのが、今までの話の流れ、ガバナンス、説明責任、まさにこの意思決定を支えるのがファイナンス、ビジネスパートナーとしての FP&A と、申し上げてもいいのではないかなというふうに思いますね。ちょっと具体的なお話をすると、この右側、株主債権者の期待値のことを WACC と言います。ウェイティッドアベレージコストオブキャピタル、加重平均資本コストと言います。この資本コストをまず認識しつつ、これを上回るような左側のリターン、これは営業利益だったりとか、フリーキャッシュフローだったりとか、長期にわたるのであれば、これが NPV とかね、EVA とか、いろんな指標がありますけども、いろんな指標がありますけども、これが事業の、業績ということになります。株主債権者の期待値である WACC、これを上回るようなビジネスのパフォーマンス、営業利益、フリーキャッシュフロー、EVA、NPV、これを生むかどうかというのが非常に重要な視点になってくるわけですね。これを支えるのがまずビジネスパートナーだというふうに考えていただければと思います。でこのビジネスパートナー、当然のことながら、経営者に対して、いいアドバイスをしようと思うのであれば、いくつか押さえるべきポイントがあるわけなんですけども、まず1つ目、常に株主債権者がどれぐらいの期待値を持っているのかというのを把握する、WACCを把握するということですね。これがまず第一義的なスタートポイントになります。この WACCを理解したら、今度は左側でそれを上回るようなビジネスを作るわけなんですけども、このメカニズムを理解する。ファイナンスの人間ですので、まず財務モデルを作りですね、このビジネスというものをモデルを作るとするのであれば、どれぐらいの売り上げがあり、どれぐらいの費用が出ていき、どれぐらいの投資になって、キャッシュフローがどれぐらい動くのかというの、これをモデルを作ると。そうすると何が分かるか、このビジネスモデル自体がどういうふうに収益を生み出すのかというメカニズムを理解することができる。FP&A はこのビジネスのメカニズムを理解し、今度はさらにそれを進め、このビジネスモデルというものをどういうふうに変えればより高い収益が出るのか、もしくはこのビジネスモデルの中に内包されているリスク要因だったり、変化すべきポイントが何なのかというものを、察知する。察知することによってそれをどういうふうにコントロールするかというものを意図を持ってコントロールするということが大事になってくるわけですね。必要であればこのメカニズム自体を作り直す。いかがですか？このファイナンスという名前がついていながらも、もうこれビジネスそのものですよね。ビジネスそのもの、経営そのものなわけです。まさにこの FP&A、ファイナンスビジネスパートナーとしての FP&A というのは、このビジネスに直結しつつ、かつそれを会計の用語で、ビジネスを翻訳し、そのメカニズムを理解し、どういうふうに意図を持ってマネージをするのかということを考えられる人材と言えるのかなと思いますね。そしてこれが出来上がった後は適切な KPI を設定し、この KPI をモニタリングしながら全ての部署に対して働きかけをし、このビジネスが適切に運用されているかどうかというものを担っていくのが FP&A なんですが、一言簡単に言えば何やってるか、
株主債権者、右側ですよね。この株主債権者に対して彼らが期待するリターンをちゃんと左側で生んでいるのかどうか、埋めいるのか、仮にシナリオが崩れた時にどのようにすればそれが埋めるのか、これをちゃんと解明し、意思決定の中に反映し、きっちり説明ができるような状態にする、これが FP&A だというふうに思っていただければなと思います。ちょっとこういう話をするとね、日本の会社の中では FP&A はないけど経営企画があるよというお話はよく聞きますね。実際、仕事の内容自体はかなり FP&A と経営企画ってダブってると思いますよ。例えば具体的なお話で言うと、予算策定をするとか、実際に予算策定し、期がね始まって、実績が出始めたら、その実績と予算のギャップを見極めて、このギャップがどういうふうな形で生まれているのかというのを解明し、必要であれば修正案を出す、こんなのもFP&A であり経営企画の仕事かなというふうにも思いますし、例えば何か買収案件を、その評価をする、もしくは大型の投資の評価をする等々、かなり似通った部分もあるのかなというふうに思いますね。あえて、FP&A と経営企画、業務の内容的には似ているところあるんですけども、違いをあえて、私申し上げるとするのであれば、やはり組織構造的な問題かなというふうに思いますね。あくまでも FP&A はファイナンス部門なんですよ。でファイナンス部門ということは株主債権者を背負わなきゃいけないんですよね。経営チームももちろん背負ってるんですが、その経営チームの中において最もその、役割を担うのはファイナンス部門であり、なので FP&A というのは常に株主債権者、先ほどの表でいうところのチャートでいうところの右側、この人たちの期待値というものを見据えた上で、今やってることはそれを上回るパフォーマンスなのかというのをある種の批判的精神でもって取り組むというのが、僕は FP&A の一番大事なところかな。いや難しいんですよ。難しい。これね本当難しいんですけど、単なるイエスマンじゃダメだってことなんですよ。事業本部長が言ってることをはいはいはいっつってこうね、事業計画に落とし込まして、これダメです。意味ない。そうじゃなくて、どちらかというとある種批判的な立場だから、時には経営チームに対してチャレンジすることもあるわけですよね。このビジネスプランであれば下振れリスクが可能性として考えられるけど、こうなった場合は株主債権者が期待するリターンを超えることができないので、プラン B を用意するのか、もしくは一番影響を与えそうなこのファクターについては事前に用意しておこうと、こういったインプットって当然のことは必要になるわけです。これファイナンス的な役割、株主債権者という人の期待を背負っているということもそうですし、ファイナンスの知識、財務モデルですよね。どういうふうにしてその収益を生むかということが分かっているから言えるということもありますし、あえてそこを経営者に対してチャレンジをするということはものすごく大事な要素なのかなというふうに思います。もちろんね、経営企画でもそういったチャレンジっていうのは批判精神、建設的な批判精神というのは必要になるかなと思いますが、役割としてもね、僕もアメリカの、会社のアジアパックの CFO やった時に、上司もCFO ですからね、アジアパックのジェネラルマネージャーも、ダブルボスですけど、当然のことならファイナンスの人間というのがすごく大きな要因だったかなとは思います。はい、ということで、FP&A、ビジネスパートナーですよ。特にその、財務会計の専門知識を生かしつつということなんですが、そうなってくるとやはり武器になるのは財務諸表かなというふうに思いますね。財務諸表、PL、キャッシュフロー、特にキャッシュフローですかね。事業計画をその財務モデルという形に落とし込んで、キャッシュフローはどういうふうに生み出されるかというメカニズムを表現するということが大事なわけなんですが、当然のことながらこれって非常にスタティックなね、静的、静かな的ということで、スタティックなものではない、かなりダイナミックなものなわけです。環境動きますし、外部環境変わりますし、内部の環境も変わりますし、当然それに合わせて事業の戦略も変わるでしょうし、業界構造も変わるでしょうし、極めてダイナミックなものというのを、即時にこの財務モデルの中に落とし込むということが大事で、それを落とし込むことによってどういうふうにしてそのリターンを生むのかというのをメカニズムを常にアップデートしていく。
それを分かりやすく説明してあげてほしいなというふうに思いますね。なので FP&A の持つべき軸というのは何かというと、先ほど申し上げたチャート、右側を意識しつつそれを上回るリターンを左側で出しましょう。これが全ての原理原則であり、でこれをするために財務モデル、財務諸表というものを使いこなす、一旦言われたものを入れるのではなくて、自分が前提を置きつつ外部の環境、非常にダイナミックに動いているその影響因子というものを入れ込んで財務モデルを作る。でこれを使ってコミュニケーションをするということですね。最終的にこのビジネスモデルでいけば右側の期待値を上回るようになりますよ、もしくはギリギリですよ、いや上回らないのでこれはちょっと改善した方がいいですよと、具体的なことで言えばそれは、EVA であり、ROIC であり、それから NPV であり IRR なんですけども、簡単に言えば細かいね専門的な話はまた、今日は省きますけども、右側の期待値を上回るだけのビジネスパフォーマンスを生んでますかということを考える必要があるし、シナリオが変化したときにどういうふうにして対応していったらいいのか、そのプラン B、プラン C を用意するということが FP&A のね非常に重要な判断軸になってくるかなと。これをもって経営者と対話をし、建設的な会話をすることによって質の高い意思決定を支えてほしいなというふうに思います。個人的にですね大変お世話になった、FP&A の先輩でもあり、私の、メンターでもあった元 3M ジャパンのですね社長であられたコンさん、残念ながら先日お亡くなりになってしまったんですけども、コンさんがですね、おっしゃってた言葉で僕がすごく大事にしている言葉があるんですね。それは何かというと、ファイナンスはイノベーションのガイド役だって、コンさんはおっしゃってました。これ3M というねイノベーティブな会社の中における CFO を経験され、最後 CEO になられたコンさんがおっしゃる言葉ですごく僕は説得力があるし大好きな言葉なんですが、僕なりな解釈は何かというと、やっぱりファイナンスっていうのは先ほど申し上げたように財務モデルをしっかり理解してるんですよね。どういうふうなメカニズムでそのリターンを生み出すかっていうのも分かっているし、でそのリターンっていうのはどれぐらい生まなければいけないのか、その株主債権者の期待値というものを常に睨みながらどのレベルまでやったらいいのかっていうのを理解している。これものすごく強いと思っていて、で何かっていうと逆説的に言うと、こういうふうにやったらうまくいかないよねとか期待値これられないよねっていうのは分かるし、裏返せばじゃあこの部分をこういうふうに改善すればこのビジネスってもっと上がるよね、そういう意味でコンさんは、イノベーションへのガイド役だっておっしゃったのかなと自分なりに解釈をしています。どこまでそのビジネスモデルが分かっているから、どこまでのリスクは取れるよ、じゃあそこまでアクセルぶっ放そうぜ、でもこの先はリスク取れないよ、じゃあここまでいったらプラン B に切り替えようぜ、これってものすごく大きな役割だと思うんですよね。多くの方結構誤解しているケースがあって、ファイナンス、イノベーション止めちゃえとかね、余計な経費を削減するやつがファイナンス、そうじゃないと思うんですよ。あくまでもそのビジネスモデルがどういうふうにして収益を生むかということを分かっているからこそ、どこはアクセルぶっ放す、どこはブレーキかける、これってまさに経営者にとっての有益なビジネスパートナーになるのかなと。もちろんそうね、我々 FP&A の人材がどれぐらい意味のあるアウトプットを出せるかというところにかかっているんですが、そんなね FP&A の質の高い FP&A というのが私自身もそういう人材を多く生み出せたらいいなというふうに思ってます。で昨今、最後ですね、こんなハイパフォーマンスな FP&A、ぜひ、ファイナンスキャリアの方はですね、一つこの FP&A というキャリア、一つの、皆さんのね候補、次のキャリアの候補として考えていただきたいと思いますし、経営者の皆さんにはこの FP&A、会計の専門家として、専門知識としての人材だけではなくてですね、その説明責任を果たすガバナンス時代の適切なビジネスパートナーとして意思決定に影響を与える良質な意思決定にするためのパートナーとしての FP&A という組織をですね作っていただきたいなというふうに思いますが、昨今本当にこれはね進んでおります。当然ファイナンスの知識、それからビジネス知識もちろんなんですが、
今ねデジタル非常に進んでいるので、それぞれのチームがデジタルをどういうふうにして武器にしていくかというのも、今のねホットトピックになっているかなと思いますし、でデジタルもですね使うだけだったらあんまり意味がなくて、いかにその意思決定に影響を与える分析を、導くかといった意味で、この分析スキルを、磨くということもすごく重要になってきますね。このあたり、いろんな会社さんが取り組んでいますし、実際にこのデジタルだったり分析のスキルだったり、こういった武器を使うことによってどう良質なね意思決定に結びつけているのかということについては、次回以降いろんな会社さんのですね CFO の方、ビジネスプロフェッショナルの方をお招きし、いろいろお話を聞きながら深掘りをし、最先端のですね事例というものを聞いていきたいなというふうに思います。今日は触りです。今日はもう概要ですね。FP&A というのはそもそもどんな役割なのかということ、それから FP&A がどうして今重要だと言われているのか、それから FP&A の判断軸ですね、行動の原理原則というのはどういうものなのか、何に基づいて意思決定をしているのか、どんな道具を使っているのかというお話をしてきました。いかがでしょうか。皆さんにとって FP&A ちょっとねもやもやっとしたものが解消されたらいいなというふうにも思いますし、次回以降のですね対談の中から皆さんのキャリアに役立つ、もしくは皆さんの組織に役立つヒント、ティップス、そんなものを持っていただければ嬉しいなと思います。今日はありがとうございました。